はい、皆さんこんにちは。浮遊写真家016の浮遊人です。今日は浮遊写真の撮影においてカメラタイマーのカウントダウンを体で覚える重要性についてお話ししたいと思います。So let's get started. さて、この動画がアップされる頃には2020年もそろそろ終わりを迎えている頃だと思います。この1年間、良くも悪くも私たちの生活に大きく影響を与えることがたくさんありましたね。年末は静かに家で過ごすという方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと想像しています。で、年越しといったら年越しカウントダウンですよね。テレビを見ながらカウントダウンをして新しい年を迎えるのが多くの人にとって習慣だと思いますが、自撮り写真でもカウントダウンは当たり前です。代わりにシャッターボタンを押してくれる人が撮影場所にいない場合、タイマーを使って自分で撮影するのですが、このカメラのタイマーのカウントダウンに合わせてジャンプできないと、どんな完璧にジャンプをして浮遊ポーズができたとしても浮遊写真の撮影は成功しません。想像していただけると思いますが、浮遊写真の撮影の一番難しいところはシャッターとジャンプのタイミングを合わせるところにあります。ですので、自撮りで浮遊写真を撮る場合は使用しているカメラのタイマーのカウントダウンの特徴を体で覚えてタイミングをマスターする必要があります。それで今日は浮遊人がカウントダウンのマスターをするために気をつけていることをいくつか紹介したいと思います。で、本題に入る前に一つだけ類点があります。浮遊人の使っているカメラはソニーの α6500 です。ですので、今日の動画で紹介するカメラのタイマーの動作音やランプの点滅のパターンはあくまで私のソニー α6500 のものになりますのでご注意ください。幸いソニー α シリーズのタイマーの動作音とランプ点滅のパターンは全て一貫しています。ですので、初心者向けの α6000 というカメラからフラッグシップと言われている α9-2 までの α シリーズのカメラを持っている方は大丈夫です。また実際に試していないので分かりませんが、最近発売された α7C というカメラでも他の α シリーズのカメラと同じタイマーを使っている可能性が高いです。ですが α シリーズ以外のカメラをご利用の方はご注意ください。それではまず1つ目、カウントダウンの動作音のパターンを把握すること。これはどういうことかというと、どういうふうにタイマーの動作音が鳴ってどのカウントダウンのタイミングでジャンプしなければならないのかを定義するという意味です。ちなみにソニー α6500 の動作音はこんな感じです。10秒タイマーの場合、動作音が7回ゆっくり鳴って、その次に動作音が素早く7回鳴り終わった後にシャッターが作動します。5秒タイマーの場合、動作音がゆっくり3回鳴った後に素早く7回鳴ります。そしてシャッターが作動します。夏のビーチや山の上の展望台などで若い人たちがカメラタイマーを使ってジャンプ写真を撮っているところをよく見かけますよね。あれって横から見ていていつも思うのですが、結構多くの人がタイマーの動作音が鳴り終わってからジャンプしようとしているんですよね。そういう人たちってジャンプしようと踏ん張っているところしか写真撮れないんですよね。当たり前のように失敗します。我々人間ってジャンプをするためにはまず立っているポジションから瞬発力を出すために一度膝を曲げてかがみますよね。そしてかがんでから実際にジャンプ中に浮遊のポーズをするのですが、かがむ前とジャンプ中にポーズをする間の時間は最低でも1秒はかかります。これを想定してジャンプするタイミングを決める必要があります。これはあくまで浮遊時のやり方ですが、動作音がゆっくり鳴っている間はジャンプ位置にカメラから移動してジャンプする準備をする時間にしています。
そして動作音が素早く7回鳴っているうちのその5回目までにはジャンプするためにかがみ始めるようにしています。で、少し話がそれますが、5秒タイマーと10秒タイマーどちらを使えばいいのかという話になりますが、それはカメラからジャンプする位置までどのくらいの距離があるかによります。近ければ5秒タイマーで、遠い場所でジャンプするのであれば10秒タイマーを使えばいいです。またジャンプをする時間の余裕が欲しいっていうのであれば、近い場所でジャンプして10秒タイマーを使うっていうのもありだと思います。ちなみに浮遊人はどんなに距離が離れていてもいつも5秒タイマーを使います。これは特殊な道具を使うことで初めて可能になりますが、話がちょっと長くなりますので、これに関しては別の動画でまた説明したいと思います。2つ目、動作音のパターンとテンポを体で覚えてしまうということです。これって結構重要で、動作音だけに頼っていると浮遊写真が成功しないケースもあるからです。例えばですが、カメラの状態によっては動作音のテンポが変になることがあります。おそらく撮影が長引いてカメラが熱を発していることなどが原因になっているのかと思いますが、時々タイマーの動作音が歪んでゆっくりになってしまうことがあります。このようなことが起きた場合、あれってためらいが生じます。その結果、ジャンプのタイミングがずれたり、被写体の慌てている様子が写真に出てしまいます。また動作音が聞こえないくらい遠い場所でジャンプする場合だったり、人混みや雑音でカメラの動作音が聞こえにくい、または全く聞こえない場合もあります。そんな場所で撮影する場合、自分の頭の中でピッピッピッとカウントダウンを自分でするしかないですよね。動作音のテンポが変な風になってしまったり、全く聞こえなかったとしても動作音のパターンやテンポを体で覚えてしまえば大丈夫ですよね。それでも覚えるのは難しいと思う方は、5分間時間をとってタイマーの動作音をひたすら聞いてみてください。嫌でも覚えることができると思います。3つ目、ランプの点滅を目安にすることです。これはタイマーのカウントダウンが聞こえにくい場合、特に便利です。動作音がゆっくりになっているとき、ランプは点滅します。動作音が速くなるとランプがつきっぱなしになります。それを目安にしてジャンプするとタイミングを合わせやすくなります。ここで注意しなければいけないのは、被写体のジャンプの位置次第でランプが見えないかもしれないということです。動作音も聞こえずランプも見えない位置でジャンプするのであれば、やはり自分の頭の中でカウントダウンをした方がいいかもしれないです。はい、いかがでしたでしょうか。自撮りの浮遊写真を撮る際にカウントダウンをマスターすることの重要性をご理解いただけたと思います。初めて浮遊写真を挑戦する方はかなり苦戦すると思いますが、カウントダウンを体で覚えて練習し経験を重ねることで体が勝手に覚えてくれます。自撮りで浮遊写真を撮りたい方は是非ご利用されているカメラのタイマーのカウントダウンの動作音とテンポを体で覚えて、それに合わせて練習してみてください。はい、そんなこんなでですね、この動画が2020年最後の動画になると思いますが、皆さんの2020年いかがでしたでしょうか。今年は不幸なことがいろいろありましたが、いつも応援してくださっている皆さんのおかげで元気に年末を迎えることができています。また浮遊写真のお仕事をさせてくださった各社の方々や、浮遊人の写真を評価してくださったフォトコンテストの審査員の方々、写真展の運営の方々に感謝しています。そしてもちろん YouTube でも016を応援してくださる視聴者の皆さんに感謝しています。来年が皆さんにとって良い年でありますよう心よりお祈り申し上げます。来年もどうぞ016をよろしくお願いいたします。
それでは次回の動画でお会いしましょう。See you in the next video.